Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear. 今日が誕生日のそこの You. Happy birthday to you. こんにちは、ケイです。今日は私の部屋で撮影しています。いつもね、こんな感じでここにピアノがあって、オーディオインターフェースがあり、スピーカーがあって、オーディオテクニカさんのマイクがね、あったりとかして、機材とかね、細々した楽器がここにあったりとかして、いつもここで曲を作ったりとか、作業をしています。あ、これね、ワンピース×ウームの主題歌カバーアルバムにDear Friends を歌わせてもらって参加させてもらった時に小田先生が描いてくださったイラスト、宝物です。いいでしょ。で、今日はこれもまたたくさんもらう質問なんですけども、どうやったら英語が話せるようになりますかっていうことについて話していけたらなと思っています。なんで私がこの質問をよくもらうかっていうと、私小学校3年生から6年生まで、父親の、仕事の関係でアメリカのねカリフォルニアに住んでたのね、って言いながらこのさロス服着てるの結構恥ずかしかったりもするんだけど、堂々と着ています。で、私小5でね英検1級を取ったんですけども、ちょうどいい時期にねほんと行けたっていうのがすごく大きくって、結構たくさん吸収できて喋れるようになって、だけど2年と10ヶ月しかまずいなかったっていうのと、あともう帰ってきてからもう17年経つんですよね。もうね最近は本当に英語力が衰えてきていて、でも日常会話はできるレベルはキープできているという、感じです。You can show me it. Oh. You're dancing or something? You being your weird self? Wait, we had this talent show. I think we were practicing for the talent show. So you dance together? Anymore. Really? Yeah, Candy. Oh no. Do you remember? I remember rehearsing. It was a really big deal. Everyone would bring their fancy big boom boxes that were 15 pounds or something. Yeah, we We actually carried it around. onto the grass, and there'd be circles of girls dancing. So embarrassing. But we were really serious. I know. Yeah. It was a really big deal. Yeah. 留学とか移住とか旅行とかねで海外行く時に英語が全然喋れないんだけどどうしようって言った時に、話せなくても伝わるしなんとかなるから大丈夫ってよく言われると思うんですけど、確かになんとかなる場合は多いとは思います。でもその本質ってなんとかなるから話せなくても大丈夫っていうことじゃなくて、伝えようとすることとか分かろうとすることが大事だっていうことだと思うんですね。それって英語とか言語だけじゃなくて人間関係そのものに通ずることだと思うんですけど、で何回かに分けてね勉強法とかについても話していけたらいいなとは思ってるんですけども、この動画を見てくれている皆さんと英語を学んでいた頃の私の年齢とか生活スタイルがかなり違うので、まず今回は子供ながらに奮闘していた中でのマインドの変化について主に話したいと思います。私はやめない立ち上がることをアメリカに引っ越すぞということになって、でまず日本人学校に通うか現地校に通うかを選ぼうという話になりまして、最終的にはもう完全に私の頭の中に現地校ってカタカナでね最後横棒で現地校って浮かんでて、かっこいいな現地校みたいなもう完全に最後ね響きで私決めたのすっごい覚えてるんですよね。でそこから渡米するまでの数ヶ月、小学生用とか子供向けのお楽しみ中心の英会話教室にちょっと通わせてもらって、 I came from Tokyo, Japan.Where is the bathroom? みたいなフレーズで覚えていく。で、実践的に会話の中でも使っていくみたいなことをやっていたと思うんですけども、私その頃真面目で素直だったので、もうその通りに覚えて、結構ね、出来は良かった方なんですよ。で、いざアメリカに引っ越しまして、転入の日を迎え、ちょっとね、不安とかもあったけども、I came from Japan. May I go to the bathroom? だみたいな感じで意気込んでね、行ったんですよ。
ちなみに英語全く喋れなかったので、学年は一つ私落としていて、なので向こうでできた友達はだいたいみんな1個下なんですけど、で、学校行きまして、校長先生、担任の先生、子供たち何言ってるのか全くわからない。ゆっくり喋ってくれてるのはわかるんですけど、あんなに勉強してきたはずのフレーズとか言葉を一切喋ってくれないんですよ。そりゃそうなの。普通の人ってテキスト通りに喋らないんです。でね、渾身の自己紹介が終わって話しかけられた瞬間、私パニックになりました。ここで少女竹渕は悟ったんです。結構日本で褒められたりとかしてきた私の英語、さっきの自己紹介で多分燃え尽きたわと。あ、私喋れないってそこで思っちゃったんですね。ここからは私の被害妄想の日々が始まるんですけども。でね、向こうの小学校って日本でいう幼稚園の年長さんと同じ敷地内にあることが多いんですよ。で、私が転入した初日がちょうど小学校の学力テストの日で、当然私受けられないので、その時間ね、その幼稚園の年長さんクラスで過ごすことになったんですよね。で、もう明らかに自分よりもだいぶ小さい子たちの中で誰とも目を合わせず一人で座って乙武洋忠さんの五体不満足を黙々と読むっていうあの頃なぜかいつもリュックに入れてて、でもね、私その頃ね、不安なくせにすごくプライドが高くて、だから戸惑ってる様子とかそわそわしてる様子を見せたくなかったてか見られたくなかったんですよ。私全然平気ですっていうジェスチャーとして本開いてただけなので、内心心臓バクバクで、もう内容なんて何一つ入ってこないんですよ。ちゃんとね、本自体は家とかで読みまして、あの頃本当に勇気をいただいてました。ありがとうございます、乙武さん、ありがとうございます。そうで、そんなことをねしていたら先生に話しかけられたんですね。ヘルプっていう言葉だけ聞き取れたんですよ。でね、日本で勉強していた中でヘルプって常に困った時とか助けてもらう時に出てくる言葉、必要な言葉っていう認識しかなかったから、ヘルプっていう言葉を聞き取った時に何の疑いもなく、Do you need help? ってなんか困ってる、手伝おうかって言われたんだと思ったのね。だから私はとっさに No って言ったの。なんだけどすごくしつこく繰り返し言ってくるから、もう堅くなに私もノーノーって言い続けて、そしたらもうカモンって言って肩をね抱かれて壁の方に連れて行かれたんですよ。でも私わけが分からなくて、これ私なんか怒られるのかなと思ったんだけども、そしたら先生に紙を渡されて、で先生がね壁を指さすんですよ。これは後で冷静になって思い返して思ったことなんだけども、多分先生は私がやることがないのを見ていて、手伝ってって言ってくれてたのね。 Would you help me? とか You wanna help me? って多分言ってくれてたんだけども、これって習ったはずのフレーズだし聞き覚えが絶対あったはずなんだけども、自分が使う想定しかしてなくて、自分はできない、助けてもらう立場だっていう意識が自分の中ですごく染みついていたから、相手に助けてって言われるなんて考えてもなかったの。でもその時はね、もちろんそんなこと考えてる余裕なんかなくて、でちっちゃい子って残酷だからさ、その様子を見て笑ってるんだよね。だから私としてはもうなんかよくわかんないけど連れてかれて笑われた、恥かいた、恥ずかしい、消えたいっていう、もうその一心だったんですね。でこの初日のちっちゃい子たちに、間違いを笑われるっていうちっちゃな出来事がトラウマになっちゃって、もうそれ以降何を話しかけられても全部ネガティブなことを言われてるっていうマインドになっちゃったんですよ。例えばその頃赤いスニーカーを履いてたんだけども、そのクラスメートが自分の赤い靴を指さして何か言ってるんですよ。でも何言ってるか分かんないわけ。なぜか自分は赤い靴なんて変だよって言われてるんだって思い込んじゃって、で親に新しい靴を買ってほしいって言ったりだとか。でもね、後々その子と仲良くなってすごくいい子だっていうことが分かって、多分彼女は I like your shoes, where'd you get it? とかって褒めてくれてたんだと思うんだよね。偏見とか差別っていう問題があるけども、私は自分がマイノリティとしてもう完全なアウェーの環境に放り込まれたから、きっとみんな私のことをこう見てるって自分で自分をね勝手に特別視して、自分に対する偏見をまず自分が作っちゃってたんだよね。私の場合は英語のわからない日本人、何を話しかけてもよくわかんないやつだってみんな思ってるんだろうなっていう風に自分で自分のことを差別してたんだと思います。
でもね、きっとこう思われてるんだろうなって勝手に思うことって、それも相手に対する偏見なんだよね。自分を卑下してるようで、自分の方が周りのことをある意味差別してたなっていうふうに思います。で、一度そういう自分はできないっていう被害妄想モードに入っちゃうと、恥ずかしい思いをしたくないとか間違えたくないっていう一心で話さなくなっちゃうんですよね。どんどんコミュニケーションを遮断しちゃうんですよ。私はやめない、立ち上がることを。そんな私を見てお父さんがどうしたものかと思ったのか、毎日ワンフレーズ使ってみようっていう提案をしてくれたんですね。すごい怖かったけども、でも約束したからと思って、毎日ワンフレーズ、紙に書いて学校に行って、今日はこれを言うぞって。で、休み時間とかに別にトイレ全然行きたくないけど、クラスメートって肩叩いて Where's the bathroom? って聞いた。で、そうするとね、すごく笑顔で返してくれるんですよ。相手発信じゃなくて自分から問いかけてるからなのか、何を返されたのか意味は分からなくても、不思議とネガティブなことを言われてるとは思わないんですよね。そんな風に返事の内容が分からなくてワンスローで終わるっていう、その話しかけられた人からすれば、なんか質問されて答えたのにって何も返ってこないみたいな謎だったと思うけども、それをね続けているうちに、周りの人が自分のことをいい意味で別に何とも思ってないっていうことが分かってきたんですね。それによって自意識過剰だった自分自身への偏見もちょっとずつ解けていったの。最初の方、私の話を聞いててね、周りの子たちが冷たかったんじゃないかとか、嫌な子たちが多かったんじゃないかって思った人もいるかもしれないんだけど、まさにあの頃の私はそこのあなたと同じ現象で、たった一つの出来事と自分の自信のなさから他の全てのことも全部悪い方に想像を膨らませちゃってたんです。だからもう全然冷たかったとか本当なくてね、なんならすごく日本人に対して興味を持ってくれていたし、すごく気にかけて話しかけてくれてたし、本当にみんなあったかかったんですよね。なのに全部が逆に移っちゃってたっていう、その毎日ワンフレーズ話しかけてみよう、使ってみようっていうのを続けていくうちに、相手が自分のことを分かろうとしてくれてるっていうことにすごく気づいて、だから話せなくても伝えようって思う気持ちが大きくなっていって、だからそれこそそこからはジェスチャーとか、あと本当に土に棒で絵描いたりしてなんとか伝えようっていう風になっていきました。その頃はね、恥ずかしい思いしたくないとか笑われたくないっていう思いでもう伝えようともしてなかったわけだから、そりゃ伝わらないし分かってももらえないですよね。私はやめない、立ち上がることを。で、これから英語ができるようになりたいって思ってる人は、ネイティブの人と話すときに間違えたり分からなかったりして、何こいつって思われたら嫌だなっていう気持ちから臆病になっちゃうと思うんですけど、できないことは恥ずかしいことだって思わないことが助けになるかなと思います。結構これは難しいんだけども、間違えてもいいんだっていうマインドセットになんとか自分を持っていける思考回路とか考え方を見つけるというか、今この年になって思うのは、例えば自分の学校とか職場とかに海外から日本語があんまり話せない人が入ってきたら、日本語を話せなくて当たり前だって思わないですか？むしろ自己紹介できてすごいじゃんみたいな。だから一生懸命日本語で話そうとしてたら、こっちも一生懸命分かろうとするじゃないですか。同じことなんですよ。逆の立場で考えてみるとか。海外、特にアメリカとかは見た目はアジアでも生まれも育ちもアメリカなアメリカ人で、もちろん母国語も英語っていう人がたくさんいるから、だから現地の人もアジア人に対して普通に話せる体で話しかけるのが普通だったりするんですよね。でもちょっと話しかけて、話せないんだって分かったら、話せないタイプの方のアジア人ねみたいな感じで切り替え慣れてもいると思うんですよね。だからこっちが思うほどその話せないことに対してバカにするみたいな気持ちは持ってないと思う。私たちも持ってないですよね。たまにね、嫌な態度取ってきたりバカにしたりする人もいるけども、そういう人に対しては英語話せることがそんなに偉いんかいと、そういう人に対してはですよ、こちとら日本語という難解かつ美しい言語を話せる上に英語も習得しようとしてんじゃいって、そんくらいに思っとけばいいんですよ。
何が言いたいかっていうと、相手はそれほど自分のことを気にしてないって思うことが結構大事だったりするっていうことですね。なんかネガティブなことを思われてるんじゃないかっていう自分と相手に対する偏見をまずは自分の方から捨てるっていうこと。自分を卑下する必要もないし、できないことを恥ずかしいって思う必要もなくて、母国語がねある上に新しい言語をゼロから身につけようとしてるわけだから、もう IQ5 億とかの天才じゃない限りできなくて当たり前だからって思うと、こう英語を話すっていうことに対するハードルもちょっと飛び越えやすくなって、伝えたい伝えようっていう気持ちをこう解放させてあげられるんじゃないかなと思います。ということで今回は英語を使ってみる、話してみる時に、参考になればいいなって思う私なりのマインドの話をしたんですけども、また今度こう勉強の側面とか発音のこととかもできたら動画にしていけたらいいなとは思っています。あと日本で勉強したこととかテキストで勉強したことが全く役に立たなくて意味がなかったっていうことでは全くないので、そのことに関してもいつかおいおい話せたらなと思います。アメリカはね英語もだし歌もだし、私にとってはできないことを受け入れてくれた場所で、今こうやって音楽歌を仕事にしている私を作った大事な要素なので、今回みんなの質問のおかげでこの話をすることができてすごく嬉しいです。今語学勉強してるよとか早く海外行きたいと思ったらいいねと、あとコメントもお待ちしています。近いうちに発表したいなって思ってることもあるので、ぜひ楽しみにしていてください。はい、別日です、ここまで動画見てくださってありがとうございます。 Thank you for watching the video. I have a very exciting news for you guys today. ここまで見てくださった皆さんにお知らせがあります。10月16日に新曲あなたへを配信リリースします。 Okay, so I'm gonna be releasing a new song あなたへ on October 16th.I wrote this song looking back on the memories of my grandma and my grandpa who passed away a few years ago. But I believe that you can relate yourselves and the loved ones to the song, so I really hope you like it. And also the music video will be out really soon, so look forward to that too. And thank you so much for watching the video. I hope you stay safe and healthy. See you in the next video. それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイ。今日が最後の